うわー、あ、すごい、中が、嘘。おはようございます。昆虫観察の鬼です。今、ちょっとね、池のほとりを散歩してるんですけど、朝の散歩ですね。今日はちょっとね、天気が悪くて、あんまり虫の出が良くないですね。クマケムシが菌に寄生されてますね、これ。ほら、表面からカビみたいなのが吹いてきてますね。これ、菌に寄生されてるんですよ。こうやって草登ったところで絶命させられるんですね。これ上の方が風そよいで遠くに胞子飛ばせますから、ですからね、こうやって上の方に登っていくようにね、コードを操っちゃうんですよね。恐ろしい。あ、こっちでも、だいぶこれも時間経ってますね。ほら、カビみたいなのが吹いてきとる。やばい。死んどるな。死んどるな、この毛虫。これ、菌にやられてますね。菌に寄生されて、操られて、こうやってね、草の上まで登ってきて絶命するんですよ。こっちでも死んでますね、こうやってして。結構ね、こう毛虫が菌にやられて死んでるんですよ。これはヒトリガの幼虫だな。ヒトリガの幼虫が菌にやられてお亡くなりになってますね。一体この菌に蝕まれた毛虫の中はどうなっているのか、皆さん気になりますよね。ちょっとこれ持って帰って真っ二つに割って中見てみましょうか。家に持って帰ってきました。皆さん見てください、この毛虫の表面。ほら、なんか粉吹いてますよね。粉が吹いたようになってますね。これカビが生えてきてるんですよ。あそことかなんか白い塊が。すいませんね。ちょっと今部屋にオオスズメバチがいるもんでね、ブン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 、ちょっと音が聞こえるかもしれませんけども、ご容赦くださいね。ほら、これ、カビてますよ。この毛虫の体を養分にして、カビが表面に生えてきたんですよね。これ昆虫に寄生する菌類なんですけれどもね。ちょっと種類は分かりませんけども、でもこういう風に昆虫に寄生する菌類っているんですよね。うわー、もさもさしてたクマケムシちゃんがこんな無残な姿に。ほら、白い塊とか、あれなんだろう、ああいうところで胞子作っとるのかな。胞子作るためにこうやって毛虫に寄生してるわけですからね。うわー、毛虫の体はね、硬直してますね。ちょっとこの毛がゴワゴワするんですけれども、硬直してるのがわかります。うわー、じゃあこの菌に寄生された毛虫を真っ二つに割ってみましょう。この状態では割りにくいんで、待ち針で固定しましょうか。はい、固定しました。それでは早速真っ二つに割っていきましょう。わー、どんな感じなんやろな。切れる切れる切れる。うわー、すごい、中が、嘘。うわちぎれた。うわちぎれた。うわちぎれた。まあいいか。ちぎれた。でも気にせずに真っ二つにしましょう。もう毛虫の体ボロボロになっとるやん。ボロボロになってますやん。よっしゃ。ちょっとね、毛虫の体がボロボロに劣化しすぎていて、横にも真っ二つに半分になっちゃったんですけれども、ちょっと、これ見ましょうか。待ち針抜いて。うわー、えぐそう。もうすでにさ、ちょっとこの見えとる範囲でやばいもんね。ほら、わかる？毛虫ってね、生きてる毛虫が車にひかれたりして潰れてるところを見るんですけれども、なんか緑の液体とかが入ってるわけですよ。ぐじゅってしてるんですね。でも見てください。もう中パッサパサですよ。ほら。中完全に菌糸に侵食されてますね、これ。よしよし、ちょっと割ろう。パカーン。ほら。見てこれ。もう毛虫の中身がパッサパサになってます。来たままのやつはちょっとかわいそうなんであんまり解剖したくないんでね、ちょっと生きてるやつお見せできないんですけれども、これ、菌に侵食されたやつはもう中身がスッカスカですよ。
スポンジみたいになってますね。菌糸に侵食されてもうスポンジのように変質してます。こっちの尻尾側の方も真っ二つに割ってみようか。これほら、うわスズメバチがブンブンしてますね。スズメバチもね、これのやばさに気づいてるんですかね。見えてないはずですけれども。ほら。えぐー。で、あと、皆さん、毛もボロボロ抜けてますよね。これやばいぞ。恐ろしいな。中こんなんなんや。見た目ね、外側はちょっと粉吹いてる以外、毛虫の原型とどめてたじゃないですか。でも中はね、こうやってスッカスカのスポンジのようになってしまってます。うわー、やば。これはやばいな。いやー、菌類って恐ろしいですね。皆さんちょっとえぐいね。これ閲覧注意つけた方がいいかな。ちょっとこれ触ってみるか。ちょっとしっとりしとる。一応水分は残ってますね。しっとりしてます。しっとりしてますけども、もう中身は完全に毛虫とは別のものに変わってしまってますね。菌糸に侵食されて、毛虫の体を、栄養源にして中に菌糸を張っていくわけですね。菌が。これでもう完全に中菌糸で、ね、菌になっちゃってますね。これ死にたてのやつとかがあれば、死にたてのやつ開いてみたらまだ菌に侵食されてないかもしれんけども、うわー、これさ、その死ぬ直前のやつとかどうなってるか気になるよね。死ぬ直前のやつとかもうこんな風になっとんのかな。でもその場合動けんよな。多分これは毛虫が絶命してからこの状態になったんだと思いますね。だってこんなね、全身禁止になっちゃってたら毛虫動けないんでね。ですから毛虫が絶命してからこの状態になったはずなので、その絶命直後からね、どのようにして菌に侵食されていくのかっていうのはちょっと見てみたいところですね。ちょっとこれ来年もね、こう菌に侵食されてるやつを手当たり次第割ってね、中身どういう風に変わっていくのかね、来年はちょっと調べましょう。今年はもうね、遅いんですよね。もう菌に侵食されてるやつらがみんなね、死んで結構時間経ってきてるんですよね。ですからどれ割ってもね、こうやって中はスッカスカの、ね、スポンジのようになってると思いますけれども、来年はなんか経過を見てみたいですね。うわー、というわけで菌に侵食された毛虫を真っ二つに割った結果、中身は菌糸に侵食されてスポンジのようになってます。というわけで菌に寄生されて死んだ毛虫の体を真っ二つに割った結果、毛虫の体の中は完全に菌糸に侵食されてました。こんなスカスカなんてありえませんからね。こんなスポンジみたいな中身はありえないんですよ。これ中身ぐじゅぐじゅになって内臓とか入ってるんでね、生きてる毛虫は。ほらもう頭の中まで、ほらあれわかります？あそこ頭部なんですけど、頭部の中も頭もスポンジになっちゃってるわけ。もう全身この毛虫の中身がもう全部菌になってるわけですよね。で中身が菌になってから粉吹いてくるんでしょうね、多分。それで胞子を飛ばして世代をつなげていくと、そういう感じなんでしょうね。うわー、自然って残酷ですね、皆さん。ちょっとこれは閲覧注意つけようかどうかちょっと迷いましたけど、多分つけないでしょう。閲覧注意は甘えですね。この動画を見てるお子ちゃまの皆さん、この動画は参考になりましたか？参考になったらぜひチャンネル登録していただいて、他の動画を見ていただければとっても嬉しいです。それでは、ごきげんよう。バイバイ。毎朝君の旅は始まる、世界の中へ遠くへ、何も見えない場所まで行く、新しい種を探して、冬空に君が目指す梢に育つように、君に残せる言葉もなくて、だけど寂しくはなかったよ。憧れの翼を砕いてまだ夢はいざなう小さな
光を灯しに行く。